どうもこんにちは、どんこめです。今回はですね、チェンソーマン総集編について語りたいと思います。めちゃくちゃネタバレしますんで、まだ見てないよという方は先にチェンソーマン本編または総集編を見てからこの動画に戻ってきていただけたらと思います。まずこの動画の趣旨としてはですね、テレビアニメ本編と総集編のここが違ったよという紹介をしたいという趣旨ですので、それ以上の意味はないということを強調しておきたいと思います。チェンソーマン総集編ですね。現在公開中の劇場版レゼ編の方に合わせまして、これまで放送されたテレビアニメ版のチェンソーマンを振り返る形として、前編後編の形で総集編が作られました。ただ、今回の総集編っていうのは結構ですね、テレビで放送されたものから結構編集がなされておりまして、同じシーンでも違う印象になるように作られてるんじゃないかなと思います。というわけで、実際に削られた箇所、あるいは変更された場面の解説などをしていきたいと思います。自分がチェックして気づいたところをまとめてはいるんですけれども、多少見落としがあったらご勘弁ください。まず全体的な話として、まず尺詰めですね。1カットあたり1秒未満でもカットしている箇所がかなりあるんですよね。結構特に言及してなくても無音の箇所、音が出てない部分をカットしているところが全体的にありまして、総集編ですからね、少しでも時間を稼ぐために尺詰めが結構全体的に行われています。2つ目は、色合いが全体的に明るくなっていました。第1話から結構わかりやすいかなと思うんですけれど、テレビシリーズって結構暗い場面が多かったんですよね。それがですね、全体的に明るくなってて、テレビ版でよく見えなかった部分も、総集編では、こんなものがあったんだっていうのがちょっとわかりやすくなってるんじゃないかなと思います。3つ目は BGM の使い方が全体的に異なるというところですね。まずそもそも曲を変えていたり、BGM がなかったところに BGM を追加していたり、あるいはここ BGM あったのに削除してるっていう場面が結構ありました。なのでテレビ版と総集編だと場面の印象が変わるのはこの BGM の影響っていうのも結構あるんじゃないかなと思います。4つ目は、セリフの一部がテレビ版と違うテイクにしている箇所があるってことですね。同じセリフだけど違うバージョンで使ってるものもあれば、微妙にセリフが変わってて取り直しているっていうものがありました。では、いよいよですね、各話一つ一つ取り上げていきたいと思います。まず1話だとですね、オープニングの終盤で、デンジがポチタを抱いてるカットと、塀の向こうを覗いている3人のカットがあるんですけれど、これがなぜかですね、総集編の前編だけ逆になってました。これ、総集編の後編の方だと元に戻っていてですね、なぜか変更がされてたのは単純な編集ミスかもしれないですけど、ちょっと違いに気がつきました。で、それからですね、大きな変更としてはですね、初めてデンジがチェーンソーマンになる直前のところですね。ゾンビが迫ってきて、デンジがじゃあ悪いことじゃねえって胸元の紐を引っ張るときにですね、テレビ版だと邪魔すんならって言って引っ張ってたんですけれども、これがですね、俺たちの邪魔すんならに変更されてました。で、これ原作の方を確認したら、俺たちの邪魔すんならの方が原作のセリフだったんですよね。つまり、デンジ一人の話なのか、それともデンジとポチタの話なのかっていう全然違う意味になってしまうので、これは原作の方に戻されたという形だと思います。で、この時に、いろんな回想が流れるんですけれど、総集編の方はですね、ポチタのことを強調した内容に変わってたんですね。最後にポチタの正面の顔が出てきて、これが結構長い時間表示されてたので、デンジとポチタの関係を強調した回想になっています。その後の死ねーの言い方も違うテイクが使用されてて、結構総集編の方が感情こもった表現になっていました。その後大きな変更としてはですね、同じく1話の部分でマキマが登場するシーンですね。かなりカットが削除されたっていう影響もあるんですけれども、マキマが初めて顔が映る場面っていうのが変わった匂いがするねっていうセリフが出るまでずっとマキマはセリフだけで顔が映ってなかったんですよ。テレビ版だとその前の時点でもう顔が見えてたんですけれども、総集編ではその変わった匂いがするねっていうセリフの時に初めてマキマの顔が映ったんですね。
でその後、これ君がやったのってセリフのところから、レンジの向きが右向きから左向きに変わってたんですね。テレビ版ではレンジは右向いてたんですけれども、総集編では左向きに変わってました。その後、マキマがデンジをこう抱きしめるカットとか、それからデンジがチェーンソーマンからデンジに戻るシーンでも左右の向きが逆になっていました。その後、マキマが人だっていうカットからテレビ版と同じ向きに戻るっていう、そういう大きな違いがありました。結構ですね、映像作品において右向きか左向きかって印象がかなり変わるんですよね。なので何かしらこのシーンでデンジとマキマの向きを逆にしたのは何か意図があるんじゃないかなと思います。あるいはかなり削除したカットがあったので、その整合性を取るためにデンジが右を向いてるか左を向いてるかっていうのをちょっと調節する必要があったのかもしれません。続いてテレビ版2話の部分なんですけれども、結構前半の部分に削除が多くてですね、最初結構デンジがマキマのことを警戒したような描写があるんですけれど、そのあたりがカットされていました。なのでもう最初からデンジはもうマキマさんのことに惚れまくっているような、そういう印象になったんじゃないかと思います。あと BGM 周りだと大きな変化だったのは、デンジとアキの喧嘩のシーンで、テレビ版だとデンジが反撃するところから BGM が入るんですけれども、総集編のところではアキとデンジの喧嘩の初っ端のところから BGM がかかってて、反撃した瞬間から音楽が消えます。ここが雰囲気の転換点になるのはそうなんですけれども、デンジが反撃した後に BGM があるかないかっていう違いが出たんですね。このあたりから演出の意図がちょっとテレビ版と総集編で変わってきてるなという印象があります。どっちをギャグにしたいかっていう意図ですかね。結構テレビ版の方は秋の説教の部分が BGM なしだったんで、ちょっと真面目な印象になっちゃうんですけれど、逆に総集編の方は秋が説教してる時に BGM が入ることで、デンジ調子に乗んなよっていうのがギャグチックになった印象になったんじゃないかなと思います。そもそもその後のデンジの反撃がいきなり金的なんで、これ自体が描写的に音楽がなくてもギャグになってるっていうのがなんとなく言われなくてもわかるようなみたいな感じになってたのかもしれませんね。その影響もあってか、その後のマキマの報告シーンで総集編では BGM が追加されてました。テレビ版ではそこでは BGM なかったんですけれどね。マキマへの報告自体がちょっとギャグチックな印象に変わったんじゃないかなと思います。でその後にデンジがマキマのことを思い出す回想があるんですけれども、この時にテレビ版では動画を使ってたんですけれども、総集編では静止画になってたんですよね。回想シーンだっていうのを一目でわかるように、あえて動画ではなくて静止画に差し替えたんじゃないかなと思います。またこの時、デンジが思い出してる内容が変わってて、テレビ版だと上着を渡される、うどんを食べるとき、ネクタイを結んでもらったときって順番なんですけれど、総集編だとうどんを食べてるとき、上着を渡されたとき、それから倉庫で抱きしめられたときって順番が変わってるんですよね。一番デンジにとって印象的だったのが最後に抱きしめられたときだったんじゃないかなと思いますね。その時のデンジにとって。その後、デンジが最強のパンを作るときに、テレビ版で BGM なし、総集編だと BGM が追加されてます。あとはそうですね。初めてデンジがデビルハンターとして悪魔を倒した後に、マキマさんもなんかあんのかっていろいろ考えてる時に、総集編だとマキマさんの全身を結構長い時間表示するっていうカットが追加されてました。その後のセリフがね、胸もみてーだったんで、相当デンジ溜まってんなおいみたいな描写が追加されています。その後大きな変化としてはですね、パワーちゃんが初めて出てきて、よろしくなって言った後なんですけれども、マキマがパワーちゃんのことを説明する場面っていうのがテレビ版だとあったんですけれど、それを一旦カットして、総集編ではその後のシーンにバラバラにして追加してるって感じだったんですよね。テレビ版だとマキマの説明をまとめて全部やった後に次のパワーと歩くシーンに変わっていくって感じなんですけれども、総集編ではパワーと歩きながら時々マキマのことを思い出してこういうことだよって説明されたのを思い出すっていう感じの内容になってます。その方が時間稼ぎができますよね。
3話の部分での変更として、パワーちゃんがこいつが殺せって言ったんじゃって言い訳をする場面ですけれども、テレビ版だと言い訳するパワーが映ってるんですけれども、総集編は途中からマキマの顔が映ってて、ちょっとマキマさん怖いっていう感じな印象になってるんですよね。これは結構演出の意図が違うなと思います。その後、デンジが、こんはマキマさん、この悪魔嘘つきですぜってセリフがあるんですけれど、これの言い方がですね、変わってたら取り直してるんだなと思います。こんはマキマさん、この悪魔嘘つきですぜってすごい怒ってる感じが総集編の方だと強くなってますね。その後、テレビ版だと、嘘なんとか罪で逮捕だてめえってセリフがあるんですけれど、これが総集編だと、嘘なんとか名誉なんとか罪で逮捕だてめえって名誉なんとか罪って部分が追加されています。その後デンジとパワーの口論があるんですけれど、総集編だとこれが半分ぐらいにバサッとカットされて、マキマさんは結構早い段階で怒ったんだなっていう印象になりますね。その後自販機の場面のカットは結構尺詰めが多くって、胸を揉みたいと思ってる場合じゃないかもしれないってセリフが結構前倒しになっています。あとはその後の悪魔がようのところから BGM が流れるんですけれども、結構テレビ版だとシリアスなかっこいい感じの曲になってるんですけれど、総集編だとギャグっぽい選曲になってですね、このシーンが真面目な話なのかギャグなのかっていうのが結構わかりやすくなってるんじゃないかなと思います。あとは BGM 代わりだと、秋の運転する車の中でマキマが喋る場面ありますが、テレビ版では BGM なかったんですけれども、総集編ではピアノの BGM が追加されていました。あとはそうだな、回想がやっぱり動画から静止画に変わってるのが2回目ありましたね。その後の場面はかなり尺詰めが多かったかな。結構ここはカットが削除が多かったですね。落ちたの回想の場面でもピアノ BGM が追加されてますね。その後の BGM も変わってたので結構 BGM 周りはいじってるところが多いです。それから4話の部分なんですけれども、冒頭スズメの頭が落ちるっていう場面があるんですけれど、テレビ版では無音だったんですが、総集編では落ちる時にちょっとぐちゃって音が追加されてます。テレビ版ではこの後動物の血を吸ってる場面でピアノの BGM がかかってたんですけれども、総集編ではこれが削除されてました。これは何でしょうね。パワーちゃんがしてたことがなんかいいこと悪いことみたいなちょっと印象が変わるんじゃないかなという気がしますね。その後の昼の悪魔と戦う時に秋のことを思い出して、お前以外全員本気なんだよっていう回想があるんですけれども、その後にテレビ版だとデンジが顔を上げて攻撃されるっていう描写があるんですが、総集編だとデンジが顔を上げるカットがなくなってたんですね。つまりデンジが顔を上げる前に攻撃されたっていう描写に変わっています。これちょっと印象変わりますよね。もうデンジが覚悟を決めた後に攻撃を受けたのか、デンジがまだ考えてる途中で攻撃を受けたのかっていう印象が変わるかと思います。戦闘中の BGM も確か変わってたかな。違う曲か、同じ曲の違うところが使われたりとかしてたと思います。その後の監視カメラにお前たちが映ってたそういうセリフがあるんですけど、その時の秋のセリフの時にピアノの BGM が追加されてました。テレビ版では確か BGM はなかったと思います。その後秋がマキマに報告するシーンがあるんですけれど、ここが丸ごと総集編ではカットされてました。その後秋の朝のモーニングルーティンの場面なんかもあったんですけど、そこも丸ごとカットされてます。だいたい4分ぐらい削除されたのかな。パワーちゃん到着のところから復帰ですね。あと、明らかに違ったのが、パワーちゃんがトイレと風呂のことで怒られるシーンなんですけれども、テレビ版だとトイレの話、風呂の話の順番だったんですけれど、総集編ではお風呂の話、トイレの話の順番になってました。この影響でですね、秋のセリフが取り直されてましたね。テレビ版では流せ入れだったんですけど、総集編では入れ流せで、流せの方が怒ってるようになっちゃったんですよ。確かにトイレ流さないのと風呂入らないのだったらトイレ流さない方が怒りたくもなりますよね。怒りの度合いとしては。ただ、デンジに関してはくせえんだよはどっちも一緒なんで、セリフ自体は変わらなくて2回目の方がもっと怒ってるっていうのは同じなので、デンジのセリフは同じものが使われてました。その後にトイレのシーンが続くから、
風呂トイレの順番に変えたのかもしれませんね。その後のデンジとパワーちゃんのトイレでのやりとりの BGM も超ギャグチックな曲に変わってましたね。ディコーダーがペポペポ言ってるやつに変わってました。なんか、それに変わるだけで、このシーンめちゃくちゃエロいシーンなんですけれども、めちゃくちゃなギャグシーンに変わるんですよね。ほんと音楽の力って偉大だと思います。で、5話に入るんですけれども、5話に関してはセリフの変更が多かったですね。原作と同じセリフへの戻しと言いますかね。大きな変化があるところはですね、銃の悪魔の話をするときに、マキマのセリフが結構変わってましたね。テレビ版だと悪魔対策に世界が銃で儲けようとしてた時期に銃を使った事件や内戦が増えたんだ。メディアも活発にニュースを取り上げ、銃が前よりも怖がられるようになったあたりかなっていうセリフが、総集編だと、13年前、悪魔対策にと世界中が銃で儲けようとした頃があってね、その時期に銃を使った事件や内戦、暴動が増えたんだ。それでどの国のメディアも活発に銃のニュースを取り上げちゃって、世界中に銃が前よりも怖がられるようになったあたりかな。で、総集編の方が原作と全く同じセリフでした。これ原作確認して、合ってることを確認しました。この時撮り直しが行われたのか、その後のアメリカでって続きのセリフがあるんですけれど、そこもテレビ版とは違うテイクになっていました。あと明らかに違ったのは、銃の悪魔が通過した後に、テレビ版では荒廃した街のカットがただ表示されるだけだったんですけれども、総集編では白文字でカッコの死者数が表示されてました。原作でもここ何人死んだみたいな表示が出てたんですよね。その後のセリフで、テレビ版だと、だいたい5分弱で120万人を殺した後って言ってたのが、総集編だと、だいたい5分で120万人弱を殺した後っていうセリフに変わってました。この弱の位置が変わってたんですね。5分弱で死んだのか、120万人弱を殺したかっていうのは、ちょっとこれ数字の意味が違っちゃうので、確かに大きな変化だなと思いました。なお、原作では120万人弱の方が正しかったです。もう一箇所セリフが違ったのが、銃の悪魔を少しでも弱くするために銃所持の基本厳罰化、事件災害などの報道が規制されるようになったっていうテレビ版のセリフが、総集編だと、銃の悪魔を少しでも弱くするために全ての国が銃所持の基本厳罰化、凶悪事件、災害などの報道が規制されるようになった。こういう風に変更されてて、この総集編の方が原作通りのセリフになっていました。もう一つ、テレビ版の方だと、これは集めた銃の悪魔の肉片、移動速度が速すぎてっていう部分が、総集編だと、これは私たちが集めた銃の肉片、銃の悪魔は移動速度が速すぎて、とちょっとカットされてた部分があったようですね。それから、どんな悪魔でも力を増すの。ほら、くっついたっていうセリフがあるんですが、総集編だと、どんな悪魔でも力を増すの。この肉片は肉片同士で、ほら、くっついたっていう、説明の部分がカットされずに入っています。セリフはもう一箇所あるかな。テレビ版だと、ホテルの宿泊者の生存不明、駆除に当たった民間のデビルハンター複数人が死亡。おそらく銃の悪魔の肉片を食べている悪魔です。総集編だと、ホテルの宿泊者の生存不明、駆除に当たった民間のデビルハンター複数人が死亡してるみたいです。銃の悪魔の肉片に動きあり、おそらく銃の悪魔の肉片を食べている悪魔です。総集編だと複数人が死亡してるみたいですと、まだ民間のデビルハンターやられたかどうかわからない状況で、肉片の動きがあったことを強調したセリフですね。これはこの辺も原作通りのセリフです。それから秋の方もセリフがちょっと変わってるんですね。このホテル内のどこかに潜んでいる。それもこれはただの悪魔じゃない。銃の肉片を食べた悪魔がいるっていうセリフが総集編だと、このホテル内のどこかに悪魔が潜んでいる。それもただの悪魔じゃない。銃の悪魔の肉片が吸い寄せられている。肉片を食べた悪魔がいるってことだ。ということになっています。銃の悪魔の肉片を見ながら喋っているというのがわかるんじゃないかなと思います。あとはそうですね、演出面の違いとしてはですね、デンジがですね、マキマさんのことを思い出すカットがこの後あるんですけれども、この時テレビ版だと勇ましい感じのビート曲なんですけれども、総集編だとこう、ロマンチックな感じでふわふわした感じの曲なんですよね。で、思い出す内容も、テレビ版だと、
ハンコが落っこちてマキマに手を握られるところ、それからデンジの瞳に映るマキマ、それからその後のマキマの胸を揉んだ場面が出るんですけれども、総集編だと胸を揉んだところ以上、デンジが思い出したそこだけかよみたいな、全く違う印象になるんじゃないかと思います。その後にですね、BGM が切れるタイミングがちょっと違う場面がありました。テレビ版だと、姫野がベロ入れたキスしてあげるって言われた後に動揺したデンジが映ったところで BGM が切れたんですね。ところが総集編だと、ベロに入れたキスしてあげるの直前に BGM が切れたんですよ。そうすると何が違うかっていうと、姫野のセリフがよく聞こえるんですよ。総集編の方が。無音の状態でベロ入れたキスしてあげるって言われるのがよく聞こえるので、うおーってなりますよね、見てる方としても。なんだろう。BGM が切れたのが、デンジの心理状態を反映して消えるのか、それとも演出として、そんなこと言われたんだぞっていうのがはっきり伝わるように BGM を切るのかって、かなり演出の意図が違うと思うんですよね。ちょっとした変化ですけれども、かなり印象の変わる場面だったと思います。続いては6話の部分に入っていきます。姫野がダブルピースで待っててって言った後に、ありゃりゃって言って小紅の見る場面があるんですけれども、その後に小紅がって驚く場面がありますが、テレビ版だと結構引き絵にすぐ変わっちゃったんですけれど、総集編だと小紅のアップの場面がちょっと長くなってましたね。印象的な場面なんで、長く使うように変更したのかなと思います。あとはそうですね、結構尺詰めが多かったんですけれども、パワーちゃんがノーベル賞の話をするところですね。ここ、テレビ版だと BGM なかったんですけれども、総集編だとさっきも話したリコーダーがペポペポ鳴ってるギャグ BGM が使われてました。多分、この曲気に入ってるんでしょうね。結構ギャグ場面でよく総集編だと使われてますね。それからですね、このホテルのシーン自体は全体的にテレビ版よりも暗くなってましたね。総集編全体的に明るくなってたんですけれど、このホテルの場面に関しては全体的に暗めな処理に変更されてました。それからですね、姫野の回想があるんですけれども、前半部分がバッサリカットされてました。途中の中華点々のシーンからになってて、この時の BGM も変更されてました。あとは、小紅ちゃんが包丁を持って出てくる場面が、最初に包丁を持ってる時の顔がどこで出てくるかっていうのが、テレビ版だと最初に部屋から出てくるのにちょっと顔が見えるんですけれど、総集編だとしばらく小紅ちゃんの顔が見えなくて、どういう顔してるのっていうのが、キエーって叫ぶまでわからないっていう、ちょっとホラー要素が加わってるっていうのかな。そういった演出の違いもありますね。その後、廊下を走るシーンがあるんですけれども、この時に悪魔のセリフが、お前たちの死は確定したっていうセリフが追加で入ってました。戦闘の途中からですね、刃渡り2億センチが流れるんですけれども、テレビ版はインストなんですけれども、総集編の方は歌割りの方に変わっていました。テレビ版だと3話のエンディングとして使ったものをまた出てくるっていうこともあって、インスト版に変更したのかもしれないんですけれど、総集編ではそれをあえて歌割りの方を使ったんだと思います。あとその後の戦闘場面で、テレビ版だと BGM 変わっちゃうんですけれども、総集編では引き続き刃渡り2億センチが流れ続けるので、なんでしょうね、処刑用 BGM 感があってすごいこの場面好きなんですよね。なんか、絶対電池勝つじゃんみたいな雰囲気があってですね、特に体にほら、エンジンのところがね、もう最高に鳥肌立ってね、良かったなと思います。その後の変更ですとね、姫野の回想でですね、岸辺との回想シーンなんですけれども、ここでテレビ版では BGM なかったんですけれども、総集編では BGM 追加されてます。それから、秋と姫野のやりとりの回想がありますけれども、この時の姫野のセリフがですね、テレビ版の方はいつものちょっとやる気ない感じで、受ける気はないんだけど、みたいな感じなんですけれど、総集編だとなんか、本当に一緒に辞めたいと思ってるんだけど、みたいな感じの結構弱ってるような感じの喋り方なんですよね。で、その後の秋の民間には絶対行きませんよっていうセリフがあるんですけれど、テレビ版だと絶対の部分で明らかに音量がでかくなってるんですよ。
もうなんかもうちょっと拒絶してるみたいな、そんな感じの印象を受けるんですけれども、総集編ではそういう演出がなくなってて、別に音量を大きくしたりとかはしてませんでした。ちょっとアキが姫野を拒絶したのかどうかっていうような、その印象がかなり違う場面だったんじゃないかなと思います。この時の BGM もテレビ版だと BGM があったんですけれども、総集編では削除されていました。あとそうだな、これが私の急所です、私の心臓ですっていう悪魔が言う場面では、テレビ版だと結構複数声が重なってたんですけれども、総集編ではなんか個別にはっきり聞こえるような変更になってましたね。一人ずつ喋るみたいな感じになってました。で、その後ですね、アキと姫野の会話の時にですね、テレビ版では無音だったんですけれど、総集編ではちょっと不穏な BGM が追加されてます。公安やめるっつってんだよねってセリフがあるんですけれど、その後、前の悪魔事件がトラウマになってるみたいでっていうセリフが追加されてました。これはですね、もう別の事件の話になってたので、そのホテルでの事件っていうのは結構前の話なんだよっていうのを説明するために必要だったのかなと思います。総集編の前編の最後になるマキマさん酔わせて聞いてみようかってセリフも取り直しされてて、テレビ版はほぼ間髪なしでもう言ってるんですけど、総集編の方はマキマさん酔わせて聞いてみようかって感じでちょっとためがあったんですよね。最後のセリフなんでちょっと取り直したのかなと思いました。そんな感じでですね、前編の部分はこんな感じで変更がありました。続いて後編の方に入っていきましょう。後編は7話の後半から始まるんですけれども、オープニングがまた入ってですね、前編の方で変更されてたポチタを抱いてるカットと塀の向こうを見るカットがテレビ版と同じ順番に戻されてました。だから単純な編集ミスかもしれません、これは。この後は BGM の変更がちょっと目立ったかな。テレビ版だとマキマが遅れてきたところで無音になるんですけれども、総集編では逆にマキマが登場したところから陽気な BGM が入るっていう、そういう違いがありましたね。あとセリフが微妙に違ったのが、テレビ版だと、俺今日ファーストキスしちゃうんだってなってるんですけど、総集編は今日俺ファーストキスしちゃうんだって、今日と俺の順番逆になってました。あとこの時マキマさん、生ビール4口で飲み切ってますよね。ジョッキのところに飲んだ回数分泡のリングみたいなのつくんですけど、マキマさんのジョッキに4つしかついてなかったんですよね。ってことは4口でもうマキマさん生中飲んじゃえるんだぐらいな、結構酒飲みだこの人みたいな描写がわかるんじゃないかなと思います。その後、飲み比べ対決して、リングが3つついてるジョッキと5つついてるジョッキが映るんですが、多分3つの方が姫野で、5つの方が秋だったんじゃないかなと、その後の描写見て思いますね。はい。どうでもいい話ですね。この後のビールの追加注文した時の BGM が、テレビ版と総集編では違うものになってましたね。で、総集編の方はギャグチックな曲に変わってました。あと追加セリフとして、マキマのすいません、生もう一つの後に、あとグラス片付けてもらっていいですかっていうセリフが追加されてました。その後はですね、演出違ってたのは、ゲロダーのところで、テレビ版はそこから BGM が変わって、また音楽が続いたんですけど、総集編はそこで BGM が止まりました。無音に変わりました。大事件ですよね、ここ大事件なんで、ちょっと演出の意図が明らかに変わってますよね。テレビ版は、ギャグシーンが始まったぞって感じなんですけど、総集編だと、大事件発生、もうこんなん笑えねえよっていう状況になってるんじゃないかなと思います。その後は結構そのままなところが多かったですね。その後、変わってきたのは、姫野の家の場面がですね、8話とのハイブリッドになってて、7話のシーンと8話のシーンが継ぎはぎになってる感じになってましたね。テレビ版7話だとほぼワンカットで回してるような感じなんですけれど、8話の同じ場面のカットと組み合わせて作られてる感じです。7話と印象が変わるのはその8話の方のカットを使ってるからで、例えば姫野がデンジにキスするシーンでもデンジの表情が7話と8話で微妙に違うんですよね。で、その中で8話の方がいいってことで8話の方が採用されたんじゃないかなと思います。総集編の方で。
その後大きな変化としては、サムライソードとの対決の場面ですね。サムライソードがおい助けろって言った後なんですけれど、ここでも8話と9話のハイブリッドになってて、場面場面で8話を使ってたり9話が使ってたりと違いがあります。で、もう9話に行っちゃうんですけれども、黒瀬と天道のセリフ自体は同じなんだけれども、テレビ版だと黒瀬のセリフだったのが、総集編だと天道のセリフになってたっていう、逆になってるっていうのがありましたね。あと余談なんですけれども、牧間さん新幹線で東京から京都まで来たのに、こだまに乗ってたんですよね。光じゃないんだって。なんでこだまで各駅停車で来たんだろうって、ちょっとそこは突っ込みどころだったのかななんて思いましたね。削除が多かったのは、犯罪者たち移送するシーンは丸ごとカットされてましたね。なんで、牧間さんの着替えシーンも丸ごと削除されてました。残念。あとはそうですね。牧間が地面に座り込む時のお尻のアップのカットがあったんです。それも削除されてましたね。無駄にエロかったので削除されたのかなと思うんですけれど。あとは、コベニがめちゃくちゃ強そうに見える感じに編集されてましたね。戦闘シーンなんですけれど、かなり尺詰めされてて、コベニがチェーンソーマンにダッシュするカットが丸ごと削除されてたことによって、沢渡に撃たれた後、速攻でチェーンソーマン持ち上げてガードしてるみたいな印象になったんで、かなり小紅がなんだこいつ強えなっていう印象になったんじゃないかなと思います。その後だと、黒瀬と天道が牧間にこの後すぐ京都戻りますからって話すシーンがあるんですけれども、テレビ版だとちょっとなんか小声でもうすぐ戻りますからって言ってる感じなんですけれど、総集編だと結構強めな口調でもうすぐ戻りますからねみたいな感じになってたんですよね。これ結構印象違うかなと思います。牧間には逆らえないとは思うんだけど、早く帰りたいんですよっていう感じのテレビ版の印象に対して、どっちかっていうと総集編は牧間とは対等な感じで、あなたが何と言おうと僕らすぐ帰りますからね、みたいな、そういう感じの印象に変わったんじゃないかなと思います。じゃあ10話の部分に入ります。結構尺詰め多いかな。大きく変わった部分ですと、岸辺との会話の部分で、テレビ版だと BGM 流れるんですけれど、総集編ではなしになってました。二人の首を絞めた後かな。その後、テレビ版では BGM なしになるんですけれども、総集編ではその後に BGM が入るっていう、BGM を流すタイミングが変わってますね。その後ですね、黒瀬のセリフがですね、テレビ版だと結構関西弁な喋り方だったんですけれど、総集編だとほぼ標準語みたいなセリフに修正されてたんですよね。これね、聞き比べると明らかに違うのでよくわかるかと思います。そんでもって結構ね、秋に対して選ぶってるような喋り方になってます。俺の方が上だぞみたいな感じに聞こえるんじゃないかなと思います。天道の方もちょっとセリフの喋り方が変わってましたね。で、10話の最後の方で未来の悪魔と対面するとこですけど、ここも途中から11話のシーンが使われています。で、よく言われているのが、この未来の悪魔の喋り方がテレビ版と総集編で全然違うと。未来最高の言い方がもう、未来最高な感じで、かなり総集編でハイテンションな喋り方になっていました。あと、未来の悪魔、セリフの追加もありましたね。それだけでいいのかって顔だなの後、総集編だと、お前の未来をこの目で見たくなったからだっていうセリフが追加されてました。で、あとはそうですね、BGM の変更などがあったりして、黒瀬のセリフが微妙に変わってたりとかもあったりして、大きな変化としてはですね、ほぼ最後の山場って言っていいような場面なんですけれども、結構削除が多いです。天使の悪魔のセリフだけどこれ、戦うよりはいいけどっていうセリフの後、秋が沢渡に対峙するまでのシーンが結構削除されてました。デンジたちとの会話とか、エレベーターでの移動とか、牧間が遠隔で敵を撃破するやりとりなどが結構削除されました。その後、12話とハイブリッドになりつつ、秋が沢渡と戦う場面で、姫野の回想が結構出てきたんですけれども、総集編だとその辺が結構バッサリ削除されてましたね。あと、演出意図の違いとしては、エレベーター乗って、パワーちゃんがゾンビと戦うシーンなんですけれども、BGM が変更されてて、なんかシリアスなものからギャグチックなものになってました。
例のリコーダーペポペポのやつですね。これ結構印象違うかなと思います。で、その後、サムライソードと対面して、テレビ版では BGM あったんですけど、総集編ではなしになってました。その後、やってみろよバーカの後から、BGM が流れるんですけど、これが総集編だと、キックバック、オープニングの曲に変更されてました。もうここでテンション爆上がりになった人多いんじゃないかなと思います。その後はですね、エンドロールの時に、テレビ版だと後日談的な映像が流れるんですけれども、総集編だとシンプルなスタッフロールに変更されていました。そんな感じですね。で、前編と後編の最後には、おまけアニメのチェンソー日和が追加されてまして、これで、ポチタの声を楽しみながらおしまいといった感じでございました。そんな感じでですね、結構削ってたんだなっていうのがわかりますね。駆け足しながら変更されてた部分を気づいた部分をまとめさせていただきました。個人的な印象としてはですね、尺詰めとかでテンポアップしたなっていうのもそうなんですけれども、結構ね、秋に関する描写が変わってたかなと思うんですよね。秋が、マキマと姫のどっちが好きだったみたいなのがあえて分かりにくくなってるような、そういう印象ですね。テレビ版だと、どっちかっていうとマキマの方に意識が移っているのかなっていうのが、描写があったんですけど、総集編ではそのあたりをバッサリ削除してたかなと思います。そんな感じでですね、レズ編を見る前にそこまでのストーリーってどうだったんだろうって振り返るのに、総集編すごくよくまとめられてたと思います。12話見るのと総集編見るのとでやっぱ印象が違うので両方見てほしいかなという気はします。ほんとね、120分と90分ですから、映画館でもやれるボリュームだと思うので、できたらね、この総集編も劇場で上映してほしいなと思いました。レゼ編もね、もうすでに見てきたんですけれど、IMAX で見てきて、最高でしたね。もう全身で音を浴びるふさわしい作品だったと思います。いや、ほんとね、良かったっすよ、レゼ編。レゼ編はまたね、別な動画で語りたいと思います。またの機会としたいと思います。そんなわけでですね、今回は、チェンソーマン総集編は、劇場公開に値するっていうノートの要所をちょっとピックアップしながら紹介させていただきました。もうより細かい内容についてはノート記事の方概要欄にはリンクがありますので読んでいただけたらと思います。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。この動画が良かった、面白かったと思いましたら、いいね、高評価、チャンネル登録ボタンを押していただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。